皆さん、こんにちは。日本語スタジオジャーナルへようこそ。今回は富山県の滑川市でサイクリングをしました。実は今、私のイギリスの生徒さん2人が富山に遊びに来ています。2人はオンラインで日本語を勉強して、今3ヶ月間日本全国を回っています。そして今回は富山県に私に会いに来てくれました。ですから3日間一緒に富山県を回ります。初日、最初の1日目は富山県の岩瀬から滑川市の世話町まで自転車でサイクリングをしました。そのサイクリングの様子を紹介します。滑川に残っている昔の町の歴史も少し紹介します。まず、岩瀬で自転車を借りました。こちらが今回借りた自転車です。岩瀬を出発して、まず赤い橋を渡りました。その後、森の中の道を通りました。車で通るとすぐに過ぎてしまいますが、自転車だと木とか風、鳥の声などゆっくり楽しむことができます。しばらく走ると滑川の世話町に着きました。道を見ると青い線が引いてありますね。この青い線は自転車で走る時の目印になっています。初めて来た人でも道がわかりやすいですよね。私は方向音痴、道に迷いやすいので、この青いラインはとっても助かります。街を歩いていると赤、白、青のくるくる回る看板を見つけました。皆さんわかりますよね。これは床屋さんによくある看板です。調べたんですけど、昔床屋さんは髪を切るだけではなくて、簡単な医療の仕事もしていたそうです。赤、白、青はその昔の仕事に関係する色を表しているそうです。次に市原神社に行きました。大きな鳥居があって静かな神社です。神社の近くには池もあります。町の中にある神社ですが、水や木があってとても落ち着く場所でした。昔の町では神社は人々の生活ととても深く関わっていました。お祭りをしたり、家族の健康を祈ったり、
町の人たちが集まるとても大切な場所でした。町を歩いていると、湯という文字を見つけました。読めますか？湯ですね。湯。この湯は銭湯、公衆浴場のマークです。この文字を見つけると、近くにお風呂があることがわかります。公共の、お風呂なので、知らない人とお風呂に入るのはあまり好きじゃないですか？日本人はよくある普通のことだと思います。よく家のお風呂が壊れた時とか、あとはゆっくり体の疲れを取りたい時に銭湯に行きます。次に中町会館という白い古い建物を見ました。ね、これもとっても歴史がありそうな建物ですね。この辺りは昔から町の人たちが集まる場所でした。そしてこの周辺は神明町と呼ばれています。江戸時代、滑川は北国街道の宿場町として栄えました。宿場町というのは昔旅行をする人が泊まったり休んだりした町です。今で言うとホテルやレストラン、駅などが集まっている場所です。昔はこの道を商人とか旅人がたくさん通っていたそうです。街を歩いた後、川の近くにも来ました。水の流れを見るととっても気持ちがいいですね。その後、宮崎酒造に行きました。ここは昔から続く酒蔵です。酒蔵は日本酒を作る場所です。昔からこの町では米を使って日本酒が作られてきました。酒蔵を見ると日本の食文化と町の歴史がつながっているのがわかりますね。町の壁に描かれた大きな絵を見ました。なんかまるでメキシコの壁画みたいなストリートアートですね。でも描かれているのは日本の伝統文化です。獅子舞とか笛を吹いている人とみこしなどが描かれています。この絵を見るとこの町で昔からお祭りが大切にされてきたことがわかります。私は今回久しぶりにサイクリングをしましたが、車だと気づかない、なんていうかな、小さな町の景色とか、あと歴史についても考えることができますね。だからこれから車じゃなくってもっと自転車に乗ったり歩いたりしようかなって思いました。はい。このね、イギリスの2人の生徒さんのおかげで今回はいろんな富山の私の故郷の歴史について考えることができました。
本当に感謝しています。私は誰かと一緒にサイクリングをしたり、ハイキングをしたり、街を歩いたりすることが好きなので、もしこれから富山に行きたいなって思う人がいれば、私に連絡してください。一緒に勉強しましょう。では、今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。